こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は以前紹介したこちらのバッグの大きいサイズを編みたいとリクエストをいただいたので、素材も違うものを使用してこちらのバッグを編んでいきます。今回の動画ではマニラヘンプヤーンを使用しています。使用している糸について詳しく知りたい方はコメント欄のリンクからチェックしてください。かぎ針は7号を使用しています。前回のコットンの糸と同じ大きさの針なので、どちらの糸を使って編んでいただいても大丈夫です。お好きな素材を選んで編んでみてください。それでは編んでいきましょう。最初に鎖23目編んでいきます。ここから鎖23目編んでいきます。これで最初の鎖23目が完成です。1段目は鎖1つで立ち上げ、細編みを48目編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、ここから細編みを23目編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目。この繰り返しで細編みを23目編んでいきます。細編みを23目編んできました。反対側の端のところに来たら、細編みを1回編んで、反対側にして、ここから細編みを23目編んでいきます。この繰り返しで反対側も細編みを23目編んでいきます。反対側も細編みを23目編んできました。最後に細編みを1回編んで、これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。増し目を6回編みます。1段目の編み終わりから鎖の立ち上げなしで続けて2段目を編んでいきます。1つ目に増し目を1回編みます。増し目は1つの編み目に細編みを2回編みます。これが1つ目の増し目です。ここから次の増し目まで細編みを21目編んでいきます。
1つ目の増し目から細編みを21目編んできました。ここから増し目を3回編みます。1つ目の増し目、2つ目、3つ目、増し目が3回編めたら次の増し目まで細編みを21目編んでいきます。直線部分の細編み21目が編めました。最後に増し目を2回編みます。これで2段目が完成です。3段目の編み図がこちらです。増し目を6回入れます。最初に細編みを1回、増し目を1回編みます。ここから直線部分は細編みを21目編んでいきます。直線部分の細編み21目が編めたら、細編み1、増し目1を3回繰り返します。細編み、増し目、細編み、増し目、細編み、増し目、ここから直線部分は細編みを21目編んでいきます。直線部分の細編み21目が編めました。ここから細編み1、増し目1
を2回繰り返します。これで3段目が完成です。4段目の編み図がこちらです。増し目を6回入れます。最初に増し目1、細編み2を編みます。増し目を1回、細編みを1回、2回、ここから直線部分は細編みを21目編んでいきます。直線の細編み21目が編めました。ここから増し目1、細編み2を3回繰り返します。増し目1、細編みを1回、2回、これをあと2回繰り返します。ここから直線部分は細編みを21目編んでいきます。細編み21目が編めたら、増し目1、細編み2を2回繰り返します。これで4段目が完成です。5段目の編み図がこちらです。増し目を6回入れます。最初に細編み3、増し目1を編みます。ここから直線部分は細編みを21目編んでいきます。直線部分の
細編み21目が編めたら、細編み3、増し目1を3回繰り返します。ここから直線部分は細編み21目を編んでいきます。直線の細編み21目が編めたら、細編み3、増し目1をあと2回繰り返します。これで5段目が完成です。6段目の編み図がこちらです。増し目を6回入れます。最初に細編み1、増し目1、細編み3を編みます。ここから直線部分は細編みを21目編んでいきます。直線部分の細編み21目が編めたら、細編み1、増し目1、細編み3を3回繰り返します。細編み1、増し目1、細編みを3回。これをあと2回繰り返します。
こから直線部分は細編みを21目編んでいきます。直線の細編み21目が編めたら、細編み1、増し目1、細編み3を2回繰り返します。これで6段目が完成です。7段目からは増し目なしで細編み78目を全部で7段編んでいきます。6段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで1段78目を全部で7段編んでいきます。細編み78目を7段編むとこんな感じになります。ここから模様を編んでいきます。1段目の編み図がこちらになります。13段目の編み終わりから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。ここから鎖3つで立ち上げます。もう一つ鎖を編んで、1つ目に針を入れて長編みを1回、これが1つ目の模様になります。1つ2つ目を開けた3つ目に長編みを1回、鎖、同じところに長編みを1回、これが2つ目の模様になります。2つ目を開けた3つ目のところに針を入れて長編み、鎖、同じところに針を入れて長編みを1回編みます。この繰り返しになります。2つ目を開けた3つ目のところに長編み、鎖、長編みを編みます。この繰り返しで1周編んでいきます。模様の1段目を1周編んできました。模様が全部で26個編めていれば大丈夫です。これが26個目の模様になります。長編み、鎖、長編みが編めたら、最初の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の1段目が完成です。模様の2段目がこちらです。鎖1つで立ち上げて細編みを78目編んでいきます。1段目の編み終わりから鎖1つで立ち上げ、下の段の鎖3つの立ち上げた3つ目のところが1つ目の細編みになります。2つ目、
3つ目、4つ目、5つ目、6つ目。この繰り返しで細編みを全部で78目編んでいきます。細編みを1周編んできました。これが78目の細編みになります。これで模様の2段目が完成です。模様の3段目から5段目は鎖の立ち上げなしで続けて細編み78目を編んでいきます。模様の2段目の編み終わりから鎖の立ち上げなしで続けて細編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目。この繰り返しで1段78目を全部で3段編んでいきます。3段編むとこんな感じになります。これで模様の5段目までが完成です。模様の6段目からも同じように繰り返して編んでいきます。5段目の編み終わりから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。鎖3つで立ち上げます。鎖をもう一つ編んで1つ目に針を入れて長編みを1回、2つ目を開けた3つ目のところに長編み、鎖、長編みを編みます。2つ目を開けた3つ目のところに長編み、鎖、長編み、この繰り返しで1周編んでいきます。1周編んできました。これが最後の模様になります。26個目の模様が編めたら、最初の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の6段目が完成です。模様の7段目からは細編み78目を4段編んでいきます。6段目の編み終わりから鎖1つで立ち上げ、細編みを78目編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目。この繰り返しで細編みを編んでいきます。
1段目が編み終えたら2段目からは鎖の立ち上げなしで細編みを78目編んでいきます。この繰り返しで細編みを編んでいきます。細編みの段を4段編み終えるとこんな感じになります。模様の11段目からも模様の段と細編みの段4段を繰り返して編んでいきます。模様の段を全部で5段編んでいきます。編み方がまだわからないという方は6段目から10段目を繰り返し見て編んでください。ここからはバックの縁部分を編んでいきます。細編み78目を全部で7段編んでいきます。模様を編み終えたところから1段目だけ鎖1つで立ち上げ、ここから細編み78目を編んでいきます。2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、この繰り返しで細編みを編んでいきます。細編みを1段編み終えたら2段目からは鎖の立ち上げなしで続けて細編み78目を編んでいきます。この繰り返しで細編みの段を全部で7段編んでいきます。7段編むとこんな感じになります。縁の7段目を編み終えたところから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。糸は長めにカットします。これでバック部分が完成になります。糸処理をします。糸を通し終わったらカットして、これでバック部分が完成です。ここからはショルダーを編んでいきます。最初にショルダーを編む場所に印をつけていきます。バックのサイドに来る6目のところがショルダーを編む場所になります。ショルダーとショルダーの間は33目空いていれば大丈夫です。ここからはショルダーを編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、細編み6目を繰り返し編んでいきます。印をつけた6目のところにショルダーを編んでいきます。
糸を引き抜いて鎖1つで立ち上げます。同じところに細編みを1回、これが1つ目の細編みです。2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、6つ目、細編みが6目編めたら後ろ側にして鎖1つで立ち上げます。ここから細編みを6目編みます。細編み6目が編めたら表側にして鎖1つで立ち上げ、細編みを6目編んでいきます。細編み6目が編めたら裏側にして鎖1つで立ち上げ、細編みを6目編んでいきます。この繰り返しでショルダー部分を好きな長さまで編んでいきます。動画では70段編んで約50センチの長さまで編んできました。糸を長めにカットして引き抜いておきます。これで1つ目のショルダーが完成です。ここから2つ目のショルダーを編んでいきます。2つ目のショルダーのところまでは33目空いていれば大丈夫です。糸を引き抜いて鎖1つで立ち上げます。同じところに1つ目の細編みを編みます。細編みが6目編めたら裏側にして鎖1つで立ち上げ、細編みを6目編んでいきます。細編みが6目編めたら表にして
鎖1つで立ち上げ、細編みを6目編んでいきます。この繰り返しで1本目のショルダーと同じ長さまで編んでいきます。2本目のショルダーも編んできました。2本目のショルダーも紐を長めに残して糸をカットしておきます。ここからショルダーを縫い合わせていきます。1つ目の編み終わりの糸は使わないので糸処理をしておきます。長めに紐を通して処理をしておきます。長めに糸を通し終えたら糸はカットしておきます。2本目の編み終わりの糸でショルダーを縫い合わせていきます。縫い方に特に決まりはありませんが、編み目に響かないように何回か往復してしっかり縫い合わせるようにします。ショルダー部分がしっかり縫い付けられたら、長めに紐を通して糸処理をします。完成です。お疲れ様でした。サイズはだいたいこのくらいになります。ペットボトル、ちょっとした羽織物、お財布が入るくらいのサイズです。今回動画で使用したマニラヘンプヤーンですが、編む時にそんなに硬くないのにしっかりとした仕上がりになり伸びづらそうです。バッグ自体はとても軽く高級感のある仕上がりになりますので、もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。さらに伸びづらくしっかり仕上げたいという方はメンバーシップ限定でショルダー部分の縁の編み方とマグネットボタンの付け方の動画をアップ予定です。メンバーシップにご登録いただいた方にはわからない時など質問をいただきましたらお答えさせていただきます。編み物についてもっと詳しく知りたい方、安心して編み物を楽しみたい方はぜひご登録をよろしくお願いします。
またリクエストがありましたらコメントください。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録